皆さんこんにちは。リアルな日本語ビデオポッドキャストのお時間です。私は日本語コーチのしおんです。このポッドキャストでは日本語を勉強している皆さんに向けて日本の文化や日本語について、そして私が日々感じていることなどを自然な日本語でお届けしています。ではですね、本題に入る前にいつも恒例の紹介コーナーをしていきたいと思いますはい。ということで、今日紹介したいなと思っているものについてはですね、私最近本を買いました。というか、今日買いました。はい。この本はですね、100日後に英語がものになる1日10分ネイティブ英語書き写しという本になっています。はい。最近私ね、英語の勉強をね、めちゃくちゃしているんですけども、ちょっとね、今まで書いたりとかっていう練習方法をあまりしてこなかったんですよ。なんかいつもリスニングしたりとか、話したりとか、そういった練習は結構してきたんですけど、ちょっと新しいことしてみたいなと思って、書き写しっていうね、本を買ってみました。で、これどんな練習をするのかというとですね、左ページ、こっち側にですね、ネイティブが話しているような言葉、文章がこちらの左ページに書いてあって、ここに英語訳、英語が入っていて、こっちにも日本語が入っているんですけども、これをまず音声で聞いて、この文章を声に出して音読をして、で、その文章を見ながら書き写していくっていう練習方法になっているそうです。で、私もともとね、なんか書くとか結構好きなんですよ。でも英語の勉強で書くってことはあまりしてこなかったので、ちょっと実験的に私もやってみたいなと思って、こんな本を買ってみました。はい。で、この本の活用方法としては、まず音声がなんかあるので、音声を聞いて、で、その音声を聞きながら音読をして、声に出しながら、こちらに書いてある文章を右側のページに書き写していく。で、可能ならこの順番を5回繰り返していくと、すごくいい練習になりますよというものになっています。はい。なんか音読しながら文字を書くことで学習効果がさらにアップしますということで、これが本当に効果があるのかどうかを私自身がちょっと実験したいなと思ってこの本を買ってみました。はい。私もね、今日本語を教えてる先生として、自分も言語学習者として、自分がやってみて良かったこととかを生徒さんにフィードバックしたりとか、生徒さんにも紹介をしているんですけども、書くっていう練習ってあんまり今まで自分もやってこなかったなと思ったので、書くとね、もしかしたら記憶に定着しやすかったりとか、なんか、いい、ポジティブな効果があるかもしれないなと思って、ちょっとこれを100日ちょっとチャレンジしてみようかなと思っています。はい。ちょっとね、忙しい日々レッスンとか教材をね、今作ってたり、今アプリも作ってるんですけど、教科書アプリみたいなの作ってるんですけど、日々ね、忙しいながらも、私もやっぱり言語学習者としてもっともっと英語上手になりたいし、頑張りたいなと思って、で、皆さんも多分日本語を勉強して私の生徒さんだったりとか、今このポッドキャストを聞いてくれてる日本語を勉強している方たちも、日々ね、忙しいと思うんですよ。で、忙しいながらも時間を見つけて、例えば私の生徒さんだったらレッスンに来てくれたりとか、で、自分で勉強してる方自習したりとかしてると思うんですけど、それってすごいことだと思うんですよね。で、私自身も忙しいを言い訳にせずに、英語にちょっと向き合うっていう時間をちゃんと作って、私も英語の勉強をね、しっかり続けたいなと思ってこんな本を買ってみました。はい。もしね、この勉強法がいいなって思って、日本語にも応用できるようなことであれば、皆さんにもこのやり方とか、やってみての効果とかもシェアしてみたいなと思っております。ということで、ちょっとね、続けてやってみようかなと思っています。はい。皆さんはなんか書くのとか好きですか？どうかな？私結構小さい頃からね、なんか文字を書くの結構好きで。でも最近やっぱスマホとかね、パソコンばっかり使うから、書くっていう機会がやっぱなくなってきてますよね。学生の頃は毎日ノート書いたりとかしてましたけど、やっぱ大人になってくると、タイピングとか入力するしか、全然使ったりとかしてなかったので、改めて書くっていうのをちょっとやってみたいなと思って、こんな本を買ってみました。
もしなんか学習にとってプラスなポジティブな効果があったら皆さんにもシェアしたいなと思っています。はい。ということで、紹介コーナーでした。はい。今日はですね、テーマなんですけども、皆さん、日本はですね、もう梅雨の時期に差し掛かっております。で、梅雨って皆さん聞いたことありますか？梅に雨って書いて梅雨って読むんですけど、聞いたことある人もいるかな？どうでしょうか？日本に住んでる方とか、あとは日本のアニメとかドラマとかで見たことがね、ある人いるかもしれません。はい。で、この梅雨って梅に雨って書くんですけど、梅雨って何なのかっていうと、日本でいうこう雨が多い季節のことを梅雨って言います。だいたい6月から7月あたりが梅雨と呼ばれる時期になっています。結構この梅雨の時期は毎日のように雨がね、降ってる時期になっています。結構一日中降ってる感じかな。なんか、東南アジアの国とかではスコールがあったりすると思うんですけど、スコールは結構バーっと降って、すぐに止んだりとかしますよね。でも日本の梅雨は結構ね、ずーっと一日中雨が降ってるようなイメージです。はい。しかもね、日本の梅雨はですね、湿度がめちゃくちゃ高いんですよ。なので、オノマトペでよく使うのは、ジメジメしてる。ジメジメ、空気がジメジメしてるってよく言うんですけど、本当に湿度が高くて、ジメジメしています。はい、結構それがね、ちょっと嫌な季節ですね。6月とか7月日本に来たことがある方いますか？どうかな？旅行に来るとね、多分雨だったんじゃないかなと思うんですけど、意外とこれ知らずに6月に旅行に来てずっと雨だったっていう生徒さんとかもいたので、ぜひ6月は日本はね、全国的に雨になるので、それぜひ頭に入れておいてください。はい。で、沖縄に関してなんですけど、私が住んでいる沖縄に関しては、5月にもう梅雨入りということで、5月ですね、沖縄だけちょっと早いんですけど、5月から梅雨が始まっております。でもだいたい1ヶ月くらいで終わるかな。はい。と思います。最近はね、もう毎日雨が降っている感じです。私よく自転車に乗るんですけど、最近は自転車に乗ることができなくて、傘を差してお散歩してるんですけど、やっぱなんか雨が降ると外に出たくなくなりますよね。どうですか皆さん。外に出たいって思いますか？雨降ってると。なんかあんまり出たくないって思っちゃいますよね。だからどんどん運動不足になっちゃいます。はい。一方で北海道なんですけど、私が住んでた北海道は梅雨がないんですよね。はい。最近ちょっと地球温暖化の影響で、エゾ梅雨って呼ばれる、ちょっとだけ雨が降る期間、最近は出てきてるんですけど、基本的に北海道は梅雨がないので、6月も快適だった。ただもう北海道より南の地域は全部梅雨があるという形になっています。はい。梅雨はね、正直なところ嫌ですね。やっぱり雨は嫌ですね。はい。なんかジメジメするし、空気がめっちゃ重たいっていう感じでベタベタするし、ちょっと不快な感じです。あと雨が降ると、なんかちょっと気分も落ち込みますよね。どうですか皆さん。なんか今日も雨だなーって思ったりとか、あとは気圧の影響で、私はちょっと頭が痛くなるので、ちょっと嫌ですね。梅雨の時期はね。っていう感じです。早く終わんないかなと思っています。皆さんの国にも、レイニーシーズン、雨の時期ってあったりしますか？どうかな？私、フィリピンに住んでいた時は、雨季というね、雨に季節と書いて雨季と読むんですけど、雨季の時期があったので、雨の時期たくさんあったんですけど、でもやっぱり日本の梅雨との違いは、フィリピンの雨季はですね、雨が降っても結構止むんですよ、ちゃんと。ずーっと一日中雨っていうわけじゃなくて、まとめてバーって強い雨が降って、すぐ止むんですよね。なので、一日中雨じゃなかったのはすごく良かったなと思います。はい。ただ日本の梅雨はですね、結構一日中雨なので、それがちょっと憂鬱ですね。はい。結構梅雨の時期は髪の毛が広がっちゃったりとか、服がなんか
ベタベタする感じとか、肌がちょっとベタベタする感じとか、あと部屋の中もすごく蒸し暑くなるので、除湿機っていう部屋の湿度を取る機械を回しておかないと、ほんと部屋もジメジメしちゃってカビが生えちゃったりするので、私は家に2台、除湿機を置いて炊いています。はい。ちょっと過ごしにくい季節かなと思いますね。あとはこれリアルに生活してて困るのは、洗濯物が全然乾かないんですよ。やっぱり梅雨の時期だとジメジメしているので、午前中に洗濯機をかけて干そうと思って部屋で干してても、全然夜になっても乾かないみたいなことが結構あるので、それが結構嫌ですね。はい。幸いですね、沖縄の家には、実はですね、乾燥機がデフォルトでついてるお家が結構多いんですよ。私のお家もね、もともと、乾燥機がついていて、洗濯機はついてないんですけど、もともと乾燥機だけは家についてて、今の時期はすごく乾燥機に助けられています。乾燥機がなかったら多分全然乾かないんですよね。はい、という感じですね。なので、沖縄とかでは特に除湿機と乾燥機がとってもマストで必要なものになっているかなと思います。でもね、実は梅雨の中にもですね、いいことがあるんですよ。はい。私は唯一これが、楽しみというか好きだなと思う部分なんですけど、皆さんこのお花知ってますか？アジサイっていうお花なんですけど、とっても可愛くないですか？これ日本の梅雨の時期に咲くお花なんですけど、めっちゃ可愛いんですよね。で、ちょっと調べてみたら、日本原産のお花らしいですね。他の国にもありますかね？どうですか？皆さんの国にはこのアジサイっていうお花ありますか？どうかな？はい。もともとは日本に咲いていたお花みたいです。はい。私ね、アジサイめっちゃ好きなんですよね。結構いろんな色があって、よく見るのは青とか紫とかピンクとか、あとは白とか緑とかのね、アジサイもあったりします。で、雨がね、降った後のアジサイとかすっごいキラキラしてて可愛いんですよね。そう。私が住んでた北海道にもアジサイがたくさん咲いてる場所があって、道路のこの脇のところにたくさんアジサイが咲いていてめっちゃ綺麗だったのをね、すごく覚えています。結構日本では梅雨の風物詩と言われているかなと思いますね。はい。アジサイって面白くって、土の成分なのかな？あまり詳しくないんですけど、土の成分によって、花の色が変わるんですよ。面白いですよね。なんか私も昔、実家の庭にアジサイが咲いてたことがあるんですけど、実家の庭はいつも青とか紫色のアジサイが咲くんですけど、私の友達のお家にも庭があって、友達のお家の庭に咲いてるアジサイはいつもピンクだったりとか白とか緑とか、全然色が違うんですよね。はい。なんかそれがね、面白いなと思って、はい。アジサイの好きな部分ですね。アジサイってなんかちっちゃいお花がたくさん集まってて、こういう丸い形になってるんですけど、それもめっちゃ可愛いなと思います。はい。皆さんの国にもこういうお花あったりしますか？どうかな？はい。梅雨の時期で唯一好きなのはアジサイですね。アジサイが大好きです。はい。あとは、そうですね。やっぱ梅雨の時期はいつも傘を持ち歩かなきゃいけないっていうのがちょっとめんどくさいですよね。傘を忘れて外に出ちゃった時とかは、やっちゃったと思って、部屋に戻って取りに行ったりとか、あとは、午前中、ちょっと雨が止んでいて、傘を持ってくることを忘れていた時とか、で、帰りの時に雨がめっちゃ降ってるとか結構あるので、傘買わなきゃみたいな、コンビニで傘買わなきゃみたいになるのが、ちょっと嫌ですね。なので、あんまり出かけないです。はい。でもですね、この梅雨という時期が終わると、いよいよ日本も夏がやってきます。はい。梅雨がね、終わると、めっちゃ晴れるんですよ。もう青空みたいな感じ。はい。で、日差しも強くなったりとか、気温もね、すごく高くなっていくんですけど、一気に夏になってきます。この梅雨が終わったらもう一気に夏になってきます。で、日本の夏はね、皆さん来たことがある方わかるかもしれないんですけど、意外と暑いんですよね。
そう。私もともと北海道出身なので、北海道は割と過ごしやすい夏の気温だし、あんまり湿度も高くないからめっちゃ快適なんですけど、本州ですね。東京とか大阪とか京都とか、本当このメインアイランドのところはもうめちゃくちゃ蒸し暑いし、暑いんですよね。びっくりするぐらい。はい。で、沖縄もやっぱり暑くなりますね。はい。でも夏はですね、楽しいこともたくさんあって、やっぱ海に入れたりとか、あと花火ですね。皆さん花火知ってますか？見たことあるかな？日本の花火。日本の花火はですね、スケールが全然違うんですよね。で、いろんな種類の花火とかあって、見てて本当に楽しいエンターテインメントですね。本当面白いですね。はい。花火があったりとか、あとは皆さんも、私の生徒さんもよく行きたいって言ってるんですけど、夏祭りですね。夏祭りとかは、やっぱり夏にしかないので、毎年楽しみなイベントですね。うん。夏になったらね、浴衣とかも着たりとかして、浴衣は結構意外と涼しいんですよ。生地がね、結構薄めで、涼しい素材なので、浴衣はね、とても好きですね。うん。自分で着るのちょっと難しいんですけど、何度か頑張って着たりとかして。はい、やってますね。でも、引っ越しと同時に浴衣を手放してしまったので、今浴衣一着も持ってないんですよね。はい。なんか、夏祭りの時にしか着れないから、一着ぐらい欲しいなと思います、また。なんか最近はね、簡単に着れる浴衣とかもあって、浴衣ちょっと難しいんですよ、ほんと着るのが。難しいんだけど、最近は進化していて、ワンピースタイプの浴衣とかも売ってたりとかして、ちょっと私も、着付け浴衣を着せてくれる人が身近にいないので、ちょっと今年はなんかワンピースタイプの簡単に着れるような浴衣をね、買おうかなと悩んでいます。今、どうしようかなと思っています。まずそもそも、どのお祭りに行くか全然決めてないんですけど。はい。でもね、今年も夏を楽しむために夏祭り浴衣を着ていきたいなと思っています。はい。っていう感じですね。もう、梅雨は本当に、もう早く1ヶ月終わって、もう梅雨早く終わってっていう感じなんですけども、まだなんか夏が始まる準備期間みたいな感じですね。はい。じゃあちょっと今日のまとめをしていきたいなと思います。梅雨っていうのは、梅に雨って書くんですけど、これで梅雨と読みますね。日本では雨が多い季節になってきます。だいたい日本では6月から7月にかけて1ヶ月間が梅雨の時期とされています。沖縄は5月1ヶ月間梅雨の時期になっていますね。なので旅行にね、計画してる方とかは、6月にね、来ちゃうとめっちゃ雨降ってるので気をつけてください。はい。で、特徴は、ジメジメしていたり、湿度が高かったりとか、洗濯物なかなか乾かなかったりとか、はい、そんな感じです。でも、ちょっとお話にもありましたけど、アジサイがね、すごく綺麗に咲いてたりとか、雨の景色もね、意外と悪くなかったりもします。はい。そして、梅雨が終わると、ついに夏が来るということで、7月ぐらいからは日本もめちゃくちゃ夏が来ますね。はい。で、8月になったら、お祭りとかもどんどん始まっていって、いよいよ夏っていう感じになってきます。うん。はい。皆さんの国には、梅雨のような季節はありますか？雨季と言われるものとか、寒季と言われるものあったりしますかね？どうかな？ぜひ教えてくれたら嬉しいです。結構私も海外旅行行きたいなと思うんですけど、レイニーシーズンに当たってしまうと、ずっとね、観光してて雨が降ってたりとかしちゃうとあれなので、ぜひ皆さんの国も、雨季がある場合は何月なのかぜひ教えてください。そういえばね、去年、ベトナムに行ったんですけど、6月だったかな ?6 月にベトナム行ったんですけど、1週間くらいいたのに、ずっと雨だったんですよ。多分、レイニーシーズンだったんですよね。そう。それを知らずに行ってしまったので、調べればよかったんですけど、調べずに行ってしまったので、ずーっと雨でした。はい。なので、ホテルにね、結構引きこもっていたような、はい、感じでしたね。本当はもっといろいろ観光したかったんですけど、ずっとホテルにいました。次は、レイニーシーズンじゃない時に行きたいなと思います。はい。ぜひ皆さんの国でも雨の多い時期とかがあったら、ぜひコメントで教えてください。
はい。そしてリクエストも大歓迎です。こんなテーマのお話聞きたいよとか、日本のこんな文化について知りたいとかあったらぜひコメント欄にもね、リクエスト書いてくれたらとても嬉しいです。そして、まだですね、このポッドキャストチャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録して次回のエピソードも楽しみに待っていただけるととても嬉しいです。はい。では今日もこのエピソード聞いてくれてありがとうございました。また次回のポッドキャストのテーマでお会いしましょう。またねー。